F1 グランプリ観戦中によく聞く言葉はレーシングラインです。何かしらの走行ラインであることは想像できると思いますが、今回はレーシングラインの言葉の意味を解説していきます。レーシングラインとはサーキットで速いラップタイムを刻める走行ラインのことを言います。すべてのサーキットに最速ラップが出せる走行ラインがありますが、必ずしも最速ラップが出せるラインが決まっているわけではありません。F1 では20台の車が走りますが、それぞれの車でレーシングラインは変わります。F1 グランプリでは3種類のコンパウンドのタイヤで走ります。ソフトタイヤ、ミディアムタイヤ、ハードタイヤでは路面とのグリップ力が違うので、コーナーに進入するためにブレーキをするタイミング、コーナー出口で加速するタイミングが違うのでレーシングラインが変わります。さらにチーム内でもドライバーが好む車のセッティングがあるので、オーバーステアが好みのドライバー、アンダーステアが好みのドライバーの違いだけでもコーナーに進入する時のブレーキのタイミングが変わるのでレーシングラインは変わります。ドライ、レッドでも走行ラインは大きく変わります。ドライではコース幅を大きく使って減速を少なくコーナーに進入していきますが、雨が降り路面が濡れている状況で使うレッドタイヤのグリップ力はドライタイヤと比較すると小さいので、ステアリングを大きく回転させてコーナーに進入するとスリップしてしまいます。コース幅は広いのにコーナーが連続するような場合ではハンドルの切り角は小さくして走行速度は遅くても最短距離で次のコーナーに到着して加速していくと、濡れている路面では速いラップタイムを出せます。サーキットごとにレーシングラインはありますが、必ずしもその走行ラインが最速ラップが出せるわけではないことを覚えておいてください。このレーシングラインは普段では車が通過したラインを記憶するしか判断できませんが、このレーシングラインが目視できる状況があります。それは雨が降った後に車が走り続けるとタイヤから発生する熱によって路面の水分が蒸発して乾燥していきます。そうなるとタイヤが通過した場所はドライになってレーシングラインが目視できるようになります。これまで状況や条件によってレーシングラインは変わるとお伝えしてきましたが、濡れた路面がタイヤの熱でドライになったラインがこのサーキットのドライ、レッド状態の平均的なレーシングラインと思っても良いかもしれません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。